なんと猫配信です。僕もついに猫買っちゃいました。かわいいよ。今日の話は模写が一番上手くなるみたいな話ですかね。そう、僕がアニメーターに求められるスキルで一番重要なのは何ですかって言われたら、模写って言います。それはそっくりに似せることもそうなんですが、実はそっくりに似せるだけじゃないんですって、ね、ただ絵を似せるんじゃないんですよ。模写の、本質とか真髄っていうのは、その絵描きの考えをコピーするとか、もう行動、もう全てコピーなんですよ。ね。だから上手い人がいました。で、上手い人の絵を模写すんじゃないんですよ。いや、模写すんですよ、もちろん。絵の模写大事なんだけど、そうじゃないんだよ。もっと大事なのは、その人の考え方も行動も全部模写することなの。すごい本質なんですよね。その表層の部分は、それはそれで大事なんだけど、そこにたどり着く工程とか考え方とか、どんな風に資料を集めてるのとか、どこまでは絵コンテの通り書いて、どういう部分は自分でアレンジしてたりとか変えてたりとか、どこにどのぐらいの枚数かけてんだろうとか、本当僕だったらその絵コンテと僕の今線刷っていうかラフ弦上がりの違いをめちゃくちゃ細かく見ますね。今も現役アニメーターで超絶うまい人がさ、自分の手元公開してるじゃないですか。あれをさ、どの水準でクオリティであなたは見てるかなんですよ。その人のテンションとか熱量とかを真似してほしいんですよ、ね、伸びない人のもうあるあるですよ。なんかそういうノウハウ動画とか見たら、あーってみたいな、やっぱうまいなーって言って、あ、すごいなー、さて自分のいつもの感じと、変わってねえじゃねえかって、はい、この人はこの人、はい、自分は自分、はい、関係ないです、はい、また同じいつもの絵を描いていつもの感じでいつものノリでやってます、はい、全然うまくならないっていうのはですね、ダメなんですよ。人の絵を模写する時の一番重要なポイントね、自分のうまいとか下手とか、可愛く描こうかっこよく描こうとか、そういうね、全ての気持ちが全部邪念なんですよ。とか言うと俺坊主でいかにもなんか坊主の説教みたいになってきたけどただ目の前にあるものをただ再現することだけに集中するんで、その時絶対邪魔するものが今ずっと言ってるうまく描こうとかかっこよく描こうとか、なんかいろんなことですよ。これ意味あんのかなとか、もう全部無視。今目の前にあるものをただ再現するの、自分の指先で。これに集中するんだよ。それ以外のこと一切考えちゃダメ、模写してる時は。その時に分かることがあるのね。なんか自分の絵よりもだいぶ顔ちっちゃくねとか、なんかちげえなって、自分の描いてみた絵気づいたらですね、よくあるのはですね、今今スクショして描いてみてください。猫でかくなってません？猫今ね模写してみてください。だんだんですね、顔がでかくなる。次、この体の傾きがだんだんまっすぐになったりどっちかに傾けてしまう、そういう人結構めちゃくちゃいる。この猫が気になっちゃうと、この猫の顔がすげえでかくなる。俺の顔が気になったらこの顔がでかくなる。その人が認識してることがだんだんでかくなるっていうのがよく模写とかデッサンとかであるやつね。でその次が体の傾きがだんだんまっすぐになってしまう。両方同じなんですよ。自分の今までの認識にとらわれて、それをただいつもの絵に引っ張り込んで料理しようとしてるの。模写で一番重要なことは、どっぷりと他人の土俵に入っちゃって、上手い人の考え方描き方の世界にどっぷり使って、それをただどっぷりその上手い人液をですねたっぷり浴びて出てくることなんですよ。なんで上手い人の模写しようとしてるのに自分入れる必要ある？やっぱここは個性大事でしょ。自分の個性オリジナリティなきゃね、模写すんなだったらずっと落書きしてろだったらね。これね、きつい言い方ですけど、アニメシューク受講しましたって人でも上手くなる人ならない人に2パターンいるんですよ、ね、アニメシューク受講してる時は言い方きついけど、マジで俺だったり上手い塾生の言うことを 120% 鵜呑みしてその通りやってくれ。それが一番上手くなるから、その時間はね。それ終わったらもう好き勝手やれるよ、自分でね。その間はどっぷりそいつの考え方に浸った方が効率がいい。その時に自分の個性とかオリジナリティとか自分の考えとかどうですかとかさ、どうでもいいんですよ。なんかその先生に盾ついてどうするんですかね。いやだったらその先生変えりゃいいんですよ。その先生間違ってるなと思ったら変えりゃいいんだよ。これ同じでさ、
この模写元なんか間違ってると思うんですけどどう思いますかとかいう質問あるんですよ俺に。じゃあそれ模写すんなんですよ自分で疑いもなくうまい絵を模写してください。そもそもなんか自分で微妙だなとかこれ変だな俺うまいと思えねえなって模写すんなよ。なんでそれ模写した？絶対ありえない。もうこんな絵無理っていうぐらい疑いがないぐらいうまい絵を模写してください。でその題材を選ぶってことめちゃくちゃ重要なの。なんでかというと今日の話ね書いたものしか書けるようにならない。これ裏を返すとですよ、模写の対象物があなたのゴールなんですよね。模写の対象物があなたの将来の未来像っていうのかな、あなたが将来うまく描けるためのゴール設定なんですよ。だから模写元を適当に選んで、なんか知らんけどこれあんまうまいと思わないけどなんか本に書いてあったしとりあえずいいかみたいな。いや本ってさ誰か書いてんですよ。別に出版されたから書籍化されたからそれが超絶うまいかっつうと、まあ俺も含めてですね微妙だから本書いてるんですいやそこまでじゃないですけど、めちゃくちゃ上手い人はですねノウハウ技巧書なんか書かねえよ。一概にそうは言えないですよ。一概には言えないですけど、まあ、9割のノウハウ技巧書は下手くそです僕の絵はまだマシな方だと思って書いてますけど、そんな上手い人はノウハウ技巧書は書きません。そういった画集を出します。はい。のでそのノウハウ技巧書の中でですね、これ本当にうまいなとかこれめちゃくちゃいいなと自分で思える絵しか模写しちゃダメだよ。なんかこれ、とりあえずノウハウ本だからって言ってとりあえず模写するかとかさ、これとりあえずっていうのやめよう。基本的に絵っていうのはテンションなんですよ。この絵を見てすげえテンション上がるな、めちゃくちゃ面白いな、感動ですよ。自分の心が動かされるっていうのは感動ですよね。この感動したものを模写しなきゃダメなんだよ。その感動も含めて模写するんだよ。なんか知らんけどこれ勉強になるかなというようなですね、なんか知らんけどとかとりあえずとかですね、なんか勉強になるからとかですね、これ優先順位下げていいんですよ。すごい下げてください。基本的にすげえテンション上がるな、これめちゃくちゃいいな、すごい面白いなという気持ちをも含めて模写してください。でその感動とか感情がないものを模写しちゃダメですよ。